体が芯から冷えているわね。熱燗でも召し上がってくださいな。自分に甘く継続力がなくて困ってます。自分にレッテルを貼らないで。ストレスが溜まってそうですね。テキーラのショット飲みましょう。嫌なものは嫌って言いなさい。思いなさい。夜中に何度も目が覚めます。人には必ず適した場所がある。怒ってもらうシャンパンはとりわけ美味しいわね。家族とは分かり合うべきだと思いますか？あなたはそのままでいい。ほっとできるひとときを。ひろみボイス。あなたのそばに新しいひろみボイスが誕生しました。心がざわつくときも、誰かと話したいときも、いつでもどこでもひろみの声があなたに寄り添います。あなたの毎日にもう一つのほっとできるひとときを。冬の気配が街をうっすら包み込む。かじかむ手を温めながら路地裏を歩く。指先の冷たさと胸の曇り。道の先に一つだけ消えない明かり。扉をくぐればこわばりがほどける。うなずくたび夜がぬくもる。まずは一口、そして話そう。あなたの明日が少し軽くなるように。いらっしゃい。お待ちしておりました。寒かったでしょう。さあ、こちらの席へどうぞ。温かいおしぼりですよ。冷えた手をじんわりと温めてくださいね。今日は何にします？いつもの寒いのにお好きですね。お待ちどうさま。陣ソーダでございます。今日は特
実にタンカレーで作りました。今日もお疲れ様でした。それで最近どんな感じでいらっしゃるの？そう、それは大変ですね。あら、そうだったの。そんな時に来てくださってありがとうございます。ゆっくり過ごしてくださいね。あら、いらっしゃい。シャンパンでございます。お待たせいたしました。あら、私にもいいの？じゃあお言葉に甘えて一杯だけ。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯しましょう。乾杯。おごってもらうシャンパンはとりわけ美味しいわね。あら、いらっしゃい。いらっしゃいませ。今日は大繁盛だわ。スナックひろみの？私こう見えてちょっと厳しいこと言いますけど大丈夫かしら？かしこまりました。ではそちらの方からどうぞ。自分に甘く継続力がなくて困ってます。ダイエットや勉強、山ほどやりたいことはあるのに3日坊主どころか2日も続けられません。こんな私にカツを入れてください。やっちゃん27歳会社員、お月ちゃん16歳学生。3日坊主どころか2日も続けられない。そうね、それはもうやりたいことじゃないんじゃないかしら。本当にやりたいことは自然と体が動くものでしょう。2日も続かないっていうことは体が本当に欲してないっていうことだからやらなくていいんじゃないかしら。今はお仕事や学業でお忙しいでしょ。あら、あなたまだ10代なの？オレンジジュース出すからちょっと待ってて。お待たせ。カクテルじゃないから安心してちょうだい。本当にやりたいことだったら脳と体が一致して動けるはずだから、今はやるべきことに集中してる証拠なんじゃないかしら。そうやってやりたいのにやれないとか、3日坊主ならぬ2日坊主だとか、自分にレッテルを貼らないで、その自分が思うままに過ごしたらいいんじゃないですか。はい。
います。私は分かり合いたいのではなくて、分かり合えないことを分かってほしいのです。これは私が強情なだけなのでしょうか。ひろみママは家族とは分かり合うべきだと思いますか？サム20代フリーター。あら、それは大変。ウイスキーのロックでもいかがですか？氷が早めに溶けるようにしといたので飲みやすいと思います。まずはこちらを飲んでゆっくりお話ししましょう。家族私、家族が一番厄介な人間関係だと思うの。縁があるって言うけど、どんな縁なのかしらね。血のつながりって不思議ですよね。家族であっても分かり合う必要はない。数年前にあなたが家を出られたというのはとても私は正しかったと思うわ。あなたの中で境界線を引いたんでしょ。それでいいんじゃないかしら。家族だから、友達だから、恋人だから何々しなければならないっていうことは一つもないと思うの。あるとするならば、親しき中にも礼儀あり。家族だから強く当たっちゃうこともあると思うわ。家族だから言い合いになることもあると思う。でもそれは人間関係を学んでいく一つのプロセスよ。あなたはそのプロセスをもう経ていて、その結果距離を取るという選択をしたんでしょ。何も間違ってないと思う。皆さんはどう思います？ここは私のお店ですけど、私の意見が絶対なんてことはありえません。皆さんもぜひご自身の意見を教えてくださいね。なので、あなたの正しい判断、あなたの正しい直感、そのままでいいんじゃないかしら。ウイスキー飲んでふって肩の力を抜きなさい。大丈夫よ、そのままでいい。ではそのお隣の方、聞かせてくださいな。新社会人として働いているけれど、社会人を放り出して遠くへ逃げたくなる踏ん張り方を教えて。桃田22歳会社員。あなた正直でとってもいいと思うわ。踏ん張り方なんてないの。ただ毎日をこなすだけ。一番大事なのは
あなたみたいに遠くに行きたいとか、もうやめてしまいたいとか、素直な気持ちを隠さず言えるところに出して、そう言いながら日々をこなすの。それだけ。一番大事なのは、この試練は、この苦労は私を成長させてくれるためにあるとか、このブラック企業は、このパワハラな上司は私が成長するためにあるとか、美談にしないこと。嫌なものは嫌って言いなさい、思いなさい。直接本人に言わなくても、心の中とかこういう場所とか、絶対に自分の気持ち見逃さないようにしてね。でも嫌だけど、ここまでは頑張ろうかな、給料日までは頑張ろうかな、あれ買いたいからボーナスまで我慢するか、その繰り返していつの間にか踏ん張れてるから、あなたはそのままでいい。その素直な気持ち、皆さんも気をつけてくださいね。優しくて真面目な人ほど本当の気持ち見過ごしてる方多いから、ネガティブな気持ちこそキャッチして。次の方はどうなの？聞かせてくださいな。個人宅のインターホンを押して新規開拓営業をするのですが、人見知りの私にはすごく辛いです。断られることがほとんどなので、自信を持ってインターホンを押すことができず、この時期は毎日営業の夢を見たり、夜中に何度も目が覚めます。少しでも気持ちが楽になるような考え方があれば教えてください。34歳訪問販売。私があなただったら上長にこう言うわね。今時インターホン鳴らして営業なんて古くないですか？このご時世、リモートワークでお仕事されてる方の邪魔ですよとか、やっと赤ちゃんが寝てくれたのにインターホン一つで起こしちゃったらかわいそうですよとか、物騒な世の中でインターホンを押して知らない人がいたらどう思いますかとか、その会社の目的はインターホンを鳴らすことじゃなくて案件を取ることでしょ。その目的のために必ずしもインターホンを鳴らす必要があるのかということを私だったら提唱するわね。まあ私はこういう性格だから散々上司には嫌われてきたけど、でもそうじゃないかしら。目的に向かうための手段っていうのは時代によって変わるのよ。そうでしょう。もちろんチラシが効果的なこともあるだろうし、インターホンが必要なことだってあると思うけど、あなたの仕事はどうなのかしらね。あとは人には向き不向きがあるから、人見知りのあなたには向いてない職業なんじゃないかしら。向いてない職業に当たると人はプレッシャーを感じるの。そして自分はできないって思い込んじゃうのよ。これ一番厄介よね。私も事務作業とかが苦手で、最初は経理の仕事に就いたんだけど、もう全然ダメ。ミスばっかり。こっちもテンション上がらないし、すぐに辞めたの。辞めた時はちょっとだけ私って何もできないのかしらって思ったけども、
適材適所って言葉を思い出したのよ。適材適所。人には必ず適した場所がある。そうでしょ。それを探してみるのがいいのかもしれないですね。今日も訪問営業なさったの？体が芯から冷えているわね。熱燗でも召し上がってくださいな。どうぞ。じんわり温まるでしょ。お疲れ様。次の方はどうですか？19歳、現役大学生してます。私は今まで彼氏がいたことがありません。そのため周りの友達にどんどん彼氏ができるたび焦ってしまいます。でも私はマッチングアプリなどをしてまで彼氏欲しいとは思わず、本当に好きな人ができてその人と恋愛をしたいと思ってます。純粋な恋愛がしたいです。 LINE したり電話したり手つないだりだけでキュンキュンするような恋愛はもう無理なのでしょうか？また初彼氏が19歳以降ってどうなのかな？いつも癒しをありがとうございます。 R19 歳大学生。あなたも10代なの。ブドウジュースでいいかしら。どうぞ。それで純粋な恋愛できますよ。相手がいればね。だけどあなたに一つ言いたいのは岡本太郎の言葉かな。岡本太郎さんって知ってる？皆さん知ってる？そう、あの有名な芸術家ね。あの方の名言の一つにこんなのがあるの。結婚は意志だと。確かそんなような名言だったと思うけど、ちょっと違ったらごめんなさいね。つまり結婚も恋愛もぼーっとしてたら始まらない。逆を言えば結婚も恋愛も自分にその気があるなら、意志があるなら始まるのよ。太郎さんの言葉の真意はわからないけど、私は恋愛も結婚も自分の意志あるところにしか生まれないと思っている。純粋な恋愛がしたい。本当に好きな人とだけ恋愛したい。これはとても素晴らしいことだし、絶対にできると思う。だけどあなたがずっと受け身だったり何も行動してなかったら、そんな人に出会うこともないわよね。焦らなくていい。だけど恋愛したい気持ちがあるのであれば、ちょっと行動範囲を広げてみたり、人に興味を持ってみたり、自分から意思を持って行動することはとても大事だと思うわ。近年のマッチングアプリは詐欺とかいろいろあって怖いわよね。なのでその中で純
純粋な恋愛を見つけるのは確かに難しいかもしれない。であれば結婚相談所とか、最近とても新しいタイプの結婚相談所もありますし、まずはそういう情報を追ってみるっていうのは一つ始めやすい行動かもしれないわね。懐かしいわ。私も数知れずたくさんの声をしたやだわ、私昔のこと思い出しちゃった。お隣の方、自分の中で良いストレス発散方法が見つからず、いつも周りにイライラしてしまうことのは27歳会社員。ストレスが溜まってそうですね。テキーラのショット飲みましょう。クイッといっちゃってください。美味しいでしょ。ストレスっていうのはね、私が思うに発散するものじゃないんですよ。その根幹部分を見つけて対応することなの。例えば夫婦関係がうまくいかなかったとするでしょ。むしゃくしゃして衝動買いをしたり、あるいは不倫に走る人もいるかもしれない。でもそんなのただの対症療法に過ぎませんよね。お薬でいう対症療法的な処方箋、そんなの繰り返したって何になるんですか？もちろんその対症療法が悪いとは言いません。中にはそのストレスの根幹を見つけてもどうしようもできないこともある。例えば子供が何かしらの特性を持っていて、どうにもこうにも家が荒れるとか、どうにもこうにも時間がかかるとか、どうしようもないことってありますでしょ。その場合は一人になる時間を周りに頼んで作るとか、いろんな対症療法が考えられますよね。だけどお酒を飲んだりお金を使ったり、そんなことの対症療法っていうのは今の意味合いで言うとちょっと違って全く意味がないと私は思うの。なのであなたが何に対してどうしてストレスを感じているのか、そこを掘り下げた方がいいんじゃないでしょうか。あなたはもしかしたら頑張りすぎてるのかもしれません。自分に厳しいのかも。なぜ自分に厳しくなってしまうのかとかね。ここで話したらもう朝になっちゃうけど、そういうようなことを考えてみても、あるいはプロに頼んで話聞いてもらってもいいかもしれませんね。テキーラほどほどにお水用意しましょうか。次の方はどうですか？TikTok を見るのをやめることができません。最新のトレンドも政治に関するニュースも TikTok から仕入れているので、人との会話にはついていけます。基本的にケチなので TikTok を見ながら布団で一日を過ごすことが一番節約になるのです。カツを入れてください。
ファンのお言葉が嬉しくてご相談忘れちゃいました。サービスのハーブナッツ差し上げますね。どうぞ。SNS はフェイクニュースも多いから、自分の目で自分の頭で考えて判断するっていうことをしていけばいいんじゃないかしら。まあでも足腰がね、年取ってくると一番大事だから、たまにはお外出て歩いてくださいね。たくさん素敵な言葉どうもありがとう。好きな方はどうですか？幼い頃から医者になることが私の将来の夢でした。高校生になり現実と向き合う中でその厳しさを痛感するようになりました。医者になるというそれ以外の道など今まで考えてきたこともなかったため、このままその目標に突き進んでいいのか、それとも進路を考え直した方がいいのか悩んでいます。ここ17歳学生。あなたも10代なのね。オレンジジュース出すわ。はい、どうぞ。それでどうしてお医者さんになりたいと思ってたの？すごいわね。17歳、もう何でもできる。何でもできますよ、あなたは。本当に遅すぎるってことはないんですよ。本当に。私が YouTube 始めたのだって30過ぎてからです。いっぱい失敗していっぱい夢をチェンジしてきたの。例えば最初は女優になりたいと思ってたし、アナウンサーになりたいと思ってたし、ラジオパーソナリティになりたいと思ってた。だけど結局エステティシャンになって会社員になって、びっくりするくらい全く違う職種に就いたわ。業界もバラバラ。マスコミ業界受けたかった。マスコミ業界に入りたかったのに、美容の業界に入って、ゲームの業界に入って、何もつながりがないように見えるでしょ。でもそんなこと一つもないの。点と点はいつか線になる。いつ線になるかは誰にもわからない。だけど夢や考えがいつ変わってもいいんですよ。だって人間だって自然と一緒。ずっと同じってことはない。季節が変わりうるように人間だって変わっていく。夢だって変わっていく。あなたはまだ若い。どんなこともできる。今まで頑張ってきたこともいつか線になる。何だってやってみたらいいと思いますよ。このまま目標に進んでとりあえず受験してみるのもいいと思う。もし受かったとしてその先でやっぱり違うなって思ったらシフトチェンジすればいいと思う。なれるかなれないか、向き不向き、これらはとても似ていて、努力だけではどうにもならないこともあるの。つまり人は向いていることをした方がいい。向いてることってなんだろう。それはいろいろやってみるしかないですね。いろいろやって、私はこっち系が好きだな、私はこれは苦手だなって少しずつ分かってくるの。お医者さんっていう仕事はとても特殊だと思うの。勉強
強ができることが大前提だけど、実習先で全くお医者さんに自分は向いてなかったな、人と話したり人のいろいろなもの見るのが怖かったりしたらお仕事にならないわけでしょ。なので自分に向いてるかどうかってすごくたくさん勉強して自分に投資して、その先でやっとわかるものだからちょっと難しいわよねって思ったりする。だけどあなたはまだまだ若いから、違ったなって思ったらちょっとよそ見して、じゃあ医学部以外のものにもちょっとだけ時間かけて受けてみようかなとか、気楽な気持ちでいいんですよ。楽に楽に。私最近思うんです。人生って計画通りにはならないけど思った通りにはなってる。自分が本当に思った通りになってる。あなたはまだ若いから潜在的に何を思ってるか気づいてないと思うけど、結局なるようになるから、あんまり思い詰めないで大丈夫。では次の方、どうしたの？付き合っている男性へ誕生日プレゼントを送ったのですが、半年以上経っているのに使ってもらえません。なくしたら嫌だからと家で箱のまま置かれています。大事にしたい気持ちはわかるのですが、そのまま埃をかぶるのも悲しいし、革製品なのでむしろ使って育ててほしいです。3回ごと使ってほしいと伝えているのに同じ理由で買わされています。どうすれば使ってもらえるでしょうか。律20歳大学生。あらあら、そんなことで泣かないで。これで涙を拭いてちょうだい。そうね、あなたの気持ちはよくわかるわ。大事な人に精一杯の気持ちと時間をかけて送ったプレゼント、使ってほしいわよね。わかるけど、相手に渡したものはもう相手のものなの。あなたが口を出すことは何もないの。相手が一生そのものを箱にしまっていたとしても、もうそれはあなたのものじゃない。差し上げたものだから自分の所有物ではないことを認識してそっと見守っておく。あんまりしつこく言っちゃうとそれも一種の執着になるわ。束縛にもなりかねない。あなただって自分のしたいと思ったことを否定されたら悲しいでしょ。そのスマートフォン寝る時まで絶対に触っちゃダメだよ。ブルーライトが体に悪いから。寝る前も触っちゃダメ。1日この時間だけ30分だけ使ってねって言われたらどうかしら。そんな風に相手の気持ちを尊重するっていうことを逆の立場で考えてみてごらん。逆の立場で考えてみると分かりやすいかもしれません。こっちにはこっちの思いがある。でももう差し上げたものである以上、そのものはあなたのものではないの。もし彼のことを信頼していて
彼の気持ちを尊重したいと思うのであれば、もうそれ以上言うのはやめておいた方がいいと思うわ。それにしても可愛らしい彼氏さんですね。よっぽど傷をつけたくないんだと思うわ。あなたの気持ちもわかるけど、それと同じくらい彼の気持ちも大切にしてみてあげるのはどうかしら。なんだか偉そうな話いっぱいしちゃいましたね。そろそろ閉店の時間です。皆さん気をつけてお帰りください。またお会いしましょう。風が強いから気をつけてね。おやすみなさい。話すこと、それは心の処方箋。抱え込むのは今夜だけでもやめておこう。スナックひろみ、どんな夜もあなたの席を開けて待っています。